僕は杉並区長選挙においては、女子供は黙ってろ。年寄りなんか家で寝てればいい。貧乏人は麦を食え。その自民党の政策を忠実に杉並にを展開して、LGBT の人権なんかダメだ。国際条例よりも自分が思う日本の美しさの方が優秀なんだ。そういうことを主張されるこの大和田伸先生。この先生を僕は強く推奨したいと思いますね。ダメですよ、岸本聡子は。岸本聡子なんか選んでしまうと、杉並区が幸せになってしまうじゃないですか。岸本聡子の名前を決して忘れてはいけません。岸本聡子という名前を投票用紙に書いてしまうと、杉並区が発展してしまうんです。杉並区長選挙についてお話をしようというのが今日の配信の趣旨であります。今日告示でありました。6月21日告示でありまして、今日の朝の8時、先ほど40分、50分ぐらい前から選挙戦が正式にスタートしたということであります。そうなってから、選挙戦について言及しなければいけないので、まずもって僕が杉並区長選挙で誰を支援しているかということを明々白々、もう起死鮮明、雅典飲水、紆余曲折、報復絶倒、あらゆる4文字熟語を使って明確にしておきたいと思います。いいですか？私は今般の杉並区長選挙におきまして、明々白々と自民党が推薦する大和田伸さんを応援することを言明します。大和田伸さんはね、素晴らしいです。もうね、大和田伸さんほど素晴らしい人はいない。何せね、公開討論会をドタキャンするんですよ。この運動神経の良さ。ありえないよね。なかなかできることじゃないですよ。候補者揃いぶりの公開討論会をしますよっていう時にみんな行きますって言ってみんな行きますって返事したのに自分だけさっと逃げる。このね、逃げ足の速さは素晴らしい。これをね、運動神経って言うんです。多分小学校の体力測定の時のね、反復幅跳びが、横跳びがね、めっちゃ速かったので、パッ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 ってこうできたんやと思います。もうなかなかできないですね。こういうことはな、大物ですよ。大物です。素晴らしい。こう、タタッタタッとこうできるんですよ。卓球とかうまいと思いますよ。パンパンって、ね。もうね、反復横跳びが速かったみたいな。しかもですよ、忘れてはいけないのは、この大和田大先生をご支援されておられるのはですね、かの有名な門博子大先生であります。門博子大先生といえば、どなたか覚えておられる方いらっしゃいますかね？門博子先生。デモ、集会の類をおままごととおっしゃった方ですね。市民が声を上げるなんてことはダメだと。もう絶対ダメだと。市民が声を上げるということなんてことはあってはいけないと。で、もうそんなことはあってはいけないので、そんなものはごっこ遊びであっておままごとであると。市民なんてものは黙ってればいいんだと。我々自民党が全部決めるんだから、諸君らは、朝鮮労働党を支援する、北朝鮮人民のごとく万世万世と言ってればいいんだということを、我々人民に尊く教えてくださる門博子大先生が大和田さんのことを支援されておられるんですね。ちなみになんですが、これはちょっと杉並区政から離れて国政の方なんですが、門博子大先生の国会での活躍を見ていただきましょう。国会で門先生はお仕事をされておられましてですね、他人が質問されている後ろでこういう変顔でヤジを飛ばすという新しい国会運営のやり方をですね、編み出された、国会の大天才であります。斬新です。で、こういう、方からね、支援されている大和田さんがですね、間違いない人物であるということは、これはもう明々白々たる、起死鮮明たる、なんであればですね、焼肉定食たる事実であるわけであります。もうね、この弱肉強食の世の中においてですね、候補者の家内を慶長を問おうという言論を今、島憶測流れる中、展開しているわけですが、今4文字熟語を何回言うたか自分でもわかりませんが、僕の知ってる4文字熟語をすべて使い果たしてでも僕は大和田大先生に杉並の区長になっていただきたい。
あらん限りの4文字熟語を使ってですね、地味猛量渦巻くこの普段の雲が乱れ飛んでいる東京都の中においてですよ、聞け、和田摘の声よろしくですね、私は心の奥底からですね、私識を持って大和田大先生をだんだん4文字熟語が出てこなくなりましたが応援したいと思います。うるさいねん、カタ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 。というところで、その大和田大先生がいかに素晴らしいかというところをですね、こう見ていただきたいと思うんですが、このね、ロジックとかね、もう天才としか言いようがないですよ。ご覧ください。大和田先生が、この間ツイッターに書かれとられたことなんですが、逃げた討論会と逃げてない討論会があるんですが、逃げてない討論会出はったことをドヤ顔で書いてはってですね、討論会自体が初めてのことではっきり分かりやすいお答えができなかったことを反省しています。ね。もうほら、素晴らしいじゃないですか。このフレッシュな感じ。フレッシュな感じわかります？区長選挙に出よう。公開討論会だ。初めてだからうまくできませんでした。このフレッシュな感じね。もうびっくりしますよ。このフレッシュな感じが。スターフルーツかなと思います。何のことかわからない人は城南地域の果物屋さんだということで調べていただければと思いますが、スターフルーツかなと思います。このフレッシュな感じがね、たまらないです。もうね、新御三家のようなフレッシュさでありますが、討論会自体が初めてのことではっきり分かりやすいお答えができなかったことを反省しています。ぜひ私の考えを知っていただきたく以下ご説明を。子供の権利条約や給食無料化に反対したとのご指摘をいただきます。二元代表制における議会の役割は理念や目的に賛同できるかだけでなく、制度として十分な内容になっているかチェックすることです。特に子供の権利条約についてご説明すると、当該条約には国の子供基本法がの基本、このね、日本語の間違いとかっていうのも、うぶで可愛いじゃないですか。見せ出しの吉原の女の子みたい。基本理念である、年齢や発達段階への配慮や、保護者の第一義的責任との大切な要素が削られています。子供の成長を適切に支えるのは大人の責務であり、また保護者に一義的責任があるというのも、私にとっては日本らしい家族の形として自然な考え方であり、これこそまさに立法における背骨と考えます。べん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 。日本が批准した国際条約をいかに条例に落とし込もうかというときに、国際条約なのにもかかわらず、日本的考え方というものを優先させてしまうという、その国際法というものを完全に無視してでも、日本の子育てというものを前に持ってこようとする、この愛国心たるや素晴らしいね。もう愛国心の前には立法であるとか、条約であるとか、人権概念なんてものはどうでもええんです。自分の思い、愛国心。これがあればですね、もう何もかも OK。素晴らしいじゃないですか。俺もう条約なんかファックだよと。で、しかもなぜそれがファックだと言えるか言ったら、その根拠は自分の思いだ。この熱血感大和田大先生をですね、もうこれ以上ですね、声を大にして応援できる要素はないと思うんです。もうね、素晴らしいです。そこで、ダメだそういうこと。これが同じことを左翼が言ったらお気持ち左翼というくせにとか、そういうヤジはやめろ大和田先生の忠君愛国に燃えるこの気持ちを諸君らは愚弄するのか何を言っとるんだ君たちは。杉並区長選挙だぞ。おままごとじゃないんだ。いいか。法律をどう作るか。国際的な住民の住環境はどうか。人権条件はどうか。納税の負担率はどうか。そんな議論はどうでもいい。愛国心があればいいんだ。必要なのは愛国心。それがなければ、杉並の区長になってはいけない。国際条約なんかどうでもいい。子供の権利なんかどうでもいい。女子供は黙ってろ。男が全てを決める。それを納得できない奴は日本から出ていけという大和田先生を僕は心の底からですね、応援したいと思います。一方ですね、この大和田先生のようなですね、国際条約であるとか、条例であるとか、国の法律であるとかいうのを完全無視してですよ、自分の思い、愛国心だけで行政を動かそうという、この行政マンとしてですね、あるまじき、こら行政マンとして素晴らしい志を持った方をですね、引きずり下ろそうとしているのが、けしからん候補、
現職の岸本であります。実にけしからんのです、この候補者が。本当にけしからんのです、この岸本聡子は。実にけしからんのです。なんとですよ、この岸本聡子なんですが、現職の杉並区長なんですが、この4年の間にですね、まあ、本当にけしからんことをやってるんです。まあ、どれぐらいけしからんかというとですね、まずですよ、その杉並区の公契約で働く人の最低賃金をですね、もともと1093円やったんですが、1500円に上げてるんですよ。けしからんじゃないですか。低賃金で働く労働者の給料を上げるなんてことをね、やってしまってるんです。けしからんね。東京の自民党が何を決めているかというと、永田町の自民党が何を決めているかというと、貧乏人は麦を食えと言わんばかりにですね、賃金なんか上げてたまらんかということで、特に公的セクターで働く人を低賃金のままに据え置くというのが、自民党が作った国策であるにもかかわらず、それに反してですね、公契約で働く人の最低賃金を1093円から1500円に上げてるんですよ。こんなことをしてしまうと、低賃金で働いている労働者が生きてしまえるじゃないか。自民党の政策というのは、低賃金で働く人々はいつまでも苦しめと。で、苦しんでその苦しみを外国人差別をすることによって紛らわせというのが自民党の政策にもかかわらず、それに反してですよ、岸本聡子はなんと、公的セクターで働く杉並区の中の最低賃金を1093円から1500円に上げ上がりやがったんです。実にけしからん。こんなことをしたら貧乏人が減ってしまうじゃないか。そんなことをしたら貧乏人が物を入れてしまうじゃないか。自民党は貧乏人は貧乏なままいろと。で、生活の苦しさを感じたら自衛隊に入るか外国人差別するかどっちかにしろということを選べようとさせてるにもかかわらず、けしからんね。貧乏人を助けるとかけしからんじゃないか。でしかもですよ、女性の生理休暇とか認めてるんです。女性に生理休暇を認めてるんですよ。けしからんなぁ。女の人権なんてものを認めやがって。そんなことしたら杉並の女性が幸せになってしまうじゃないか。そんなことしたら杉並にみんな住みたくなってしまうじゃないか。ほなもん、女というのは男の陰でしくしく泣くというのが美しい日本の姿でもあるから、何をこの生理休暇を認めるなんてね。もうこんなことはもう本当にけしからん。実にけしからんのです。本当にけしからん。で、しかもね、徹底的にね、こいつはね、女と子供に優しいんですよ。小中学校の給食を無償化しとるんです。こんなことしたら子供が幸せになってしまうじゃないか。で、しかもですよ、それは公立の小中学校に通ってる人ではだけではなくてですよ、国立私立の学校に通ってる児童や、あるいは不登校児にも、それと同じだけの支援をしてるんです。子供にちゃんと手当てするとか、ほんとけしからない。実にけしからん。こんなことしたらみんな杉並に住みたいって言っちゃうじゃないか。なんというけしからん政策を展開するんだろうね。本当にけしからん。で、さらにですよ、子供の生理貧困というのがあってはいけないということで、すべての公立の小中学校に生理用品を備え付けるなんていう政策も実現させとるんです。なんでそこまで女子供に優しくなるんかな。自民党の言うことを聞け。女子供は黙ってろと言っている自民党の政策を聞かなければいけないのにもかかわらず、この岸本聡子という候補者は、もうけしからん候補者でありまして、自民党の政策に反してですね、このようにして子供の給食を無償化したり、不登校児にも手当をしたり、あるいは、生理休暇を認めたり、最低賃金を上げたりしてるわけです。そんなことをしたらですね、せっかく自民党が貧乏人と女と子供に厳しい社会を作ろうとしている、この国策に反してしまうということを理解できない、けしからん候補者が、この岸本聡子であります。けしからん。本当にけしからん。で、さらにですよ、これは優しさの手というのがですね、女子供だけにとどまらないんです。なんと岸本聡子はですよ、高齢者にも優しいんです。区の予算を使ってですよ、なんとこの岸本聡子、補聴器の導入の助成金も開始してるんですね。
自民党の政策というのはですね、街なんてものは自動車が走ってればいいんだと、歩行者とか自転車なんか死ねばいいというのが自民党の政策なんで、パブリックなスペースにベンチを置いたり椅子を置いたりするということは絶対許さないというのが自民党の国策なんですが、岸本聡子はまたですね、その国策に反してですよ、なんとこいつは区内のあちこちにですね、お年寄りが街を歩くときに座れる椅子なんかを設置してるんです。けしからんでしょ。そんなことをするとですよ、自民党の国策というのはなるべくですよ、年寄りに厳しく当たって、年寄りが外を出歩かなくなって、認知機能が低下して、フレイルが進んで、介護施設に入って介護保険から中抜いて、自民党の政治家がここにないないポッポするというのが、自民党の国策だったのにもかかわらずですよ、岸本聡子は、お年寄りが人生の最終盤まで自立して生活できて自分で動ける杉並区を作ってしまったんですよ。そんなことしたら介護施設の介護保険料から自民党の政治家がないないポッポしてる分なくなるやないか。なんてことをするんだ、けしからん。岸本聡子は。そんなことしたら杉並の女性や子供やお年寄りが元気になってしまうじゃないか。お年寄りが元気で長生きしてしまうじゃないか。そんなこと許してはならんでしょう。実にけしからん。で、さらにですよ、その優しさの手というのはですね、その性的マイノリティにも伸びてましてね、なんと杉並区はですね、パートナーシップ制度を認めてるんですね。で、同性カップルでもですね、区営住宅に入居できるんです。実にけしからん。多様な人々の生き方を認めるなんてね、これ許せないですよ。許せない。自民党の政策に従うべきです。スーツを着てネクタイを締めた男だけが物を喋って物事を決めていく、それが美しい日本であるというふうに自民党はやってるんです。女、子供、性的マイノリティ、年寄りは黙ってろというのが自民党の政策にもかかわらず、なんとこの岸本聡子は、同性パートナーシップ制度を認めるだけではなくて、区民として平等に扱うために、普通のカップルと同じように、区営住宅に入居できるなんていう政策を進めてやがってるんですよ。けしからん。こんなことをすると、多様な杉並区ができてしまうじゃないか。本当にけしからん。さらにですよ、お年寄りを元気に活躍していただくっていう杉並を作る一方で、体の調子が悪いお年寄り、いろんな問題を抱えたお年寄りっていらっしゃるのは実際そうで、これから介護の職員の人、ケアマネさんというのがとても重要になってくるからということで、区の予算から、なんとケアマネとか介護職員に対してですよ、住宅支援金名目で月1万円支給してるんです。いやーねー。いやー、すごいよ。こんなひどい政策。けしからんでしょ、それは。さらにですよ、前の区長が廃止しようとした児童館をちゃんと存続させて、それをきれいにしてね、さらに能力を拡充するなんていう子供に優しい政策も進めてるんです。実にけしからん。で、その家賃手当というのはですね、ケアマネさんとか介護職員さんとかだけではなくてね、例えば区営住宅というのは家賃が安いから子育て世帯とか、あるいはシングルマザー、シングルファザーの世帯であるとか、もっと言うと子供がたくさん生まれて養育費が大変だというご家庭が区営住宅に申し込まれるわけです。しかし区営住宅というのは平等を期すために抽選制なわけですね。で、その抽選で漏れた人というのは、これまでは残念でしたということで捨ててたんやけど、なんと岸本聡子が区長になってから、抽選に漏れた一人親世帯、あるいは多子世帯っていうんですよ。子供が多い。3人以上子供がいる子供が多い世帯が、区営住宅の抽選に漏れたらですね、区営住宅の家賃と普通の家賃の間の差額を区が支援するということまでやってるんです。捨てないんですよ。抽選で漏れた人。実に優しい。けしからん。こんなことしたら杉並が発展してしまうじゃないか。日本じゃなくなってしまうじゃないか。日本というのは男だけが喋り、男の言うことだけが通り、女、子供、性的マイノリティ、高齢者の声なんてものは男が革靴で踏みつける。それが美しい日本です。その美しい日本のあり方に逆行してですよ。多様性を認め、女性と子供の人権を認め、高齢者が生き生き活躍できる地域社会を岸本聡子は作ろうとしてるんです。
そしてもう作ってきたんです。実績として。実にけしからん。こんなことをすると杉並が発展してしまうじゃないか。さらにですよ。それは外国人、杉並の経済を支える、東京の経済を支えるということは日本の経済を支える外国人労働者に対してもその捨てないインクルーシブな手は伸びてましてですね、外国人というのは皆さんご存知のように自民党の政策のありがたさのよってですね、外国人であるという段階でどれだけ日本語が喋れても、どれだけ高技能な労働者であっても、家賃が払えないどころか、そもそも大家さんが部屋を貸してくれないということがあるんですね。で、それは明確な外国人差別で、それこそ国際条例から考えたら非合法なことなんですが、自民党が政権を持っているこの美しい日本のありがたさですよ。国際条約的に言うと NG な行為でもそのまま横行しているというのが美しい国日本です。その美しい国日本の観光に逆らって、岸本聡子は、もし杉並区内の大家さんが外国人を理由に契約を拒否するようなことがあったら、区が住宅探しをサポートしますよという政策まで進めてるんです。なんてことをするんだ。なんでそんなに行き届いてるんだ。実にね、けしからんのですよ。そんなにね、その社会的弱者を助けるなんていうことをね、やってはいけないんです。自民党の国策というのは弱者に厳しく貧乏人は生かさず殺さず、貧乏人が生活の苦難を抱えたら外国人差別に走る。それで発散する。それがレクリエーションだという国を必死になって自民党が作っているにもかかわらずですよ。それをやらずに優しい癖をやってきて、実際杉並の経済も上向いているという結果を出すなんて、岸本は本当にけしからん区長だと思います。さらに僕はけしからないなと思うのはですよ。なんと岸本聡子は区長になってから全日程を公開してるんです。行政の情報公開はまず自分の日程を100% 公開するところからだというのが岸本聡子の公約やったんです。前の区長選挙の時に。で、実際区長になったら岸本聡子は全部ね、自分の公務日程どころかプライベートな日程まで公開してるんです。全日程を。情報の透明化というのは、まず自分の日程を 100% 公開するところから。まあ、もっともね、自民党の政策らしく、弱い人間は死ねと。で、自分が好きな権力者は自分の好きなことをするだけであるということをやっているのがですね、この人でしょうな。兵庫県の斉藤元彦知事なんですが、公務なし。これ日曜日だからないんじゃなくてですね、こんなもんです。1週間の公務日程というのは。兵庫県知事の場合は。こんなもんです。1週間のうちに公務日程3日、時間もなし、日付と項目だけ出てるというのが、こうなんですが、岸本聡子の、公務日程はこんな感じですね。家出てから家帰るまで全部日程、分刻みで公表してます。で、面談した相手が誰かまで書いてます。行政の透明化なんてけしからんね。誰とどこで会うたか、役所の部長と会うたことまできっちり全部書いてある。こんな透明度が高いのはけしからんですよ。全部隠すというのが自民党が、もう全部黒塗りにするというのが自民党の国策にもかかわらずですよ。これはもうね、こんなけしからん区長が杉並には嫌がるんですよ。で、しかもですよ、ちょっとさっきね、僕言うの間違えたんですけど、生理休暇って言いましたけども、生理休暇を生理休暇というとね、あたかも女性だけとか、あるいは生理休暇っていう名前で女の人が休みにくいってことがあってはいけないからって言って、生理休暇っていう名前を使わないんですよ。健康管理休暇って言うんです。健康管理休暇とすると、職員の皆さんが健康管理のためにということで休みやすいでしょ？そこまで行き届くとかね、ありえないんですよ。実にけしからん。実にけしからんのですよ。岸本聡子は。で、そいつがまたね、杉並の区長をやろうとしてるんです。これはね、ちょっと由々しき事態、けしからん事態だと思いますよ。で、さらに言うとですね、当然のことなんですが、区長がここまで日程を公開するということは、区長が日程を公開したことで仕事せざるを得ないですよね。日程スカスカやったら仕事してないのバレますから。約束は約束として日程を 100% 公開すると言うてしまったんで、日程は 100% 公開されてしまう。その公開されてしまった日程がスケスケやったら、
もう仕事しないのバレますからね。もう追い込みかかってるようなもんですよ。だから岸本聡子は必死に仕事するわけ。で、必死に朝から晩まで仕事した結果、透明度が高くて必死に仕事する首長がいる自治体がそうであるように、なんとですよ。自民党の国策というのは、すべての自治体が借金漬けになれというのが自民党の国策にもかかわらず、なんと岸本聡子が4年間区長をやった結果、区政の透明度が上がり、区長の日程まで分かるようになってしまった結果、どうなったかって言ったら、区の借金が3年で8億円減ってるんです。で、しかも積立金が3年で273億円増えたっちゅうねんから。こんなふざけた話はないですよ。こんなことしたら全国の自治体のモデルケースになってしまうじゃないか。自治体というのはね、兵庫県のように、こういう知事がいるべきなんですよ。本を読む習慣って知事はありますか？最近はあまり読んでないですけどね。かねては歴史的な小説とかっていうものは読ませていただいたりしたことはあります。これが首長の姿です。で、こういう首長がボンクラでね、自民党の言うことだけ聞いて、はーって口開けてて、で、国の予算をね、重点地方創生交付金をハバタンペイとかっていう名前に変えただけで、僕の実績ですって嘘つくのが普通の首長です。それが普通の首長です。でもね、岸本聡子、本を読む習慣があるどころか、この人本書く人って研究者なんですよ。賢いってけしからんやないですか。もうね、賢い人間が政治をやるとかね、知性を政治の現場に持ってくるとかね、ありえないんです。職員の健康管理休暇みたいなことを認めただけではなくて、岸本聡子はなんとね、けしからんことに、区民の疾病、健康に対しても配慮が行き届いててね、病気や怪我で髪の毛が抜ける、日本語でなんていうのかわかりませんが、英語ではキモセラピーって言うんですけど、キモセラピーを受けたら多分髪の毛が抜けたりするじゃないですか。で、キモセラピーだけじゃなくていろんなご病気でね、髪の毛が抜けたり、あるいは頭を怪我したりして手術したりすると、毛を剃らなきゃいけない、毛が抜けてしまうということは病気の時にはあるんですが、その時に医療用のウィッグとか帽子っていうのがあるんですね。毛がないことを隠すために。その医療用のウィッグや帽子に対しても岸本聡子は助成金を出す言うてるんですよ。もうね、実にけしからんのです。岸本聡子は。でね、さっきちょっと申し上げましたけども、自民党の政策というのは、なるべくならば年寄りは家でぼーっとしてテレビ見てて、生活の苦しさを外国人差別に紛らわすという、その愚民政策というのが自民党の国策にもかかわらず、岸本聡子は、お年寄りも街に出て街を楽しんでもらいたいということで、街中あちこちにベンチを作ったって言ってたでしょ。それと同じで、誰でも同じ結果が得られるようにという手当を岸本聡子は頑張って作ってしまったので、なんとですよ、区の避難施設等々にすべて授乳部屋、いわゆるミルクルーム、母子ルーム、赤ちゃんのための母子援護所を作るということまでやってやがるんです。ここまで仕事するやつをね、区長になんか選べないですよ。そんなことしたら女子供が安心してしまうじゃないか。で、ね、日本が批准して、さっきの大和田大先生の事例で言いましたけども、例えば子供の権利条約だとしたとしても、日本が国として国際条約を締結して、その加盟国になっているにもかかわらず、法律がないからね、条約の精神が行政に反映されていないという分野があるんです。それがあってはいけないということで、性の多様性条約とか子供権利条約をベースとした性の多様性条例、子供の権利条例を制定なんかしてやがるんですよ。杉並を国際的に恥ずかしくない街にするという掛け声のもとに。で、その結果どういうことになったかっていうとね、子供の心身の健全な育成のためにですよ、18歳までの子は、区の学校に通ってようが通ってまかろうが、区内の学校の体育施設もプールもタダで使えるなんていう政策までやってやがるんです。で、ここまでいろんなとこに金を出してるにもかかわらず、区の借金を8億円減らして、逆に貯金を273億円増やしてるんですよ。で、しかもこの4年間で、
杉並の本庁舎の中で使ってる電力を全て再生エネルギーに転換したっていうんやから、実にけしからんじゃないですか。原発を必要としない行政を作るなんてことは、実にけしからん。で、しかもですよ、地球的な規模はローカルでも考えてなければいけないという考え方、シンクグローバル、アクトローカルということを実践するためにですね、何をしてるかというと、地球温暖化に対抗する区民全体会議なんて立ち上げて、地球の環境を区民全体で考えましょうなんてことを言ってるんですよ。そんな意識高いやつ、けしからん。で、さらに最大のけしからんさはね、今僕がルル述べたことは、彼女が今からの区長選挙で公約として挙げていることではなくて、4年間の実績がこれだというのがけしからんじゃないですか。これ今までの実績ですよ。1期目でこれだけのことをやりやがるなんて実にけしからん。斉藤元彦さんなんてね、政策達成率じゃなくて、政策着手率 98% で生きてたんやで。それが普通。これ今僕が言うてきたことは、実績。終わったことというか、やったことです、これ。で、なんとですよ。当たり前なんですが、財政再建をしようとする自治体というのは、岸本聡子がやったように、首長の日程を全部公開するのはミニマムリクワイアメントなんです。で、透明度を上げるというのはミニマムリクワイアメント。なぜかというと、それ自身が規律を生むからなんですが、その規律を生むために、これまで NG だった記者会見へのフリーランスライター、フリーランスジャーナリストの参加を岸本聡子が認めたんです。で、岸本聡子の記者会見の内容を見たんですが、実にけしからんことにですね、岸本聡子の記者会見の中には、杉並区を前に進めるとかね、しっかりと対応していくなんていう抽象的な言葉が一切ないんです。全部数字で語られるというね、具体的な政策を記者会見で語るという、実にけしからんことをやってやがるんです。事実を提示して資料をベースとして、その資料に書いてある数字が頭の中に入ってるとかね。そんなことありえないでしょう。で、そういうその実にけしからない候補がですね、先ほどから申し上げておりますが、この岸本聡子という候補者であります。4年間、今僕がルール申し上げた数々のですね、杉並区民を幸せにし、杉並の経済を上向きにし、自治体としての杉並区の借金を減らして貯金を増やしたという実績をけしからんことに持って上がるのが岸本聡子です。一方僕が応援しておりますのは、この大和田新大先生でありまして、もう言ってることはストレートであります。国際法よりも僕の思いが、愛国心が全てだ。学校給食なんて金取って当たり前である。女子供は黙ってろ。この古き良き日本の伝統を体現されたのが大和田大先生であります。もうそれに比べてね、多様性を認め、女子供の人権を認め、高齢者が生きやすい街を作り、区の借金を減らして区の貯金を増やすなんていうね、余計なことをけしからんまでにやり遂げた岸本聡子なんてものはね、本当にけしからんと思いますよ。実によろしくない。大変なことになってしまうじゃないか。もし岸本聡子がまた区長に選ばれてしまったら。杉並の女性や子供は自分の権利に基づいて幸せな生活が送れるようになり、シングルマザー、シングルファザーの家庭は優先的に区営住宅に住んで、生活の大変さを補助され、お年寄りのために住みやすいバリアフリーな街が出来上がってしまって、杉並のいろんな人が幸せになってしまうんです。そんなね、けしからんことを許してはいかんと思いますよ。このままいったら杉並区が東京の中で最も住みやすい自治区になってしまう。これは許せない、けしからんです。なので、僕は杉並区長選挙においては、この女子供は黙ってろ。年寄りなんか家で寝てればいい。貧乏人は麦を食え。その自民党の政策を忠実に杉並にを展開して、LGBT の人権なんかダメだ。国際条例よりも自分が思う日本の美しさの方が優秀なんだ。そういうことを主張されるこの大和田新先生。この先生を僕は強く推奨したいと思いますね。ダメですよ。ダメですよ、岸本聡子は。岸本聡子なんか選んでしまうと、杉並区が幸せになってしまうじゃないですか。
そんなことをすると、岸本聡子は、またお年寄りに優しい、女性と子供に優しい杉並区を作ってしまうじゃないか。けしからん。聡子が、みんなが住みやすい杉並を作ってしまうじゃないか。こんなけしからん候補者を許してはならない。ということで、皆さん、岸本聡子の名前を決して忘れてはいけません。岸本聡子の名前を忘れてはいけませんよ。岸本聡子という名前を投票用紙に書いてしまうと、杉並区が発展してしまうんです。他の区から引っ越してでも住みたいなんていう杉並区になってしまうんです。忘れてはいけませんよ。こんな出来すぎたやつがね、区長をするなんてことはありえないですよ。自民党が作ろうとしている貧乏人は黙ってろ。男が全ての物事を決めるんだ。女子供は家でうつむいて生きていくから、年寄りは家の中で引きこもってればいいんだという美しい日本というのを作る阻害要因がこの岸本聡子であります。岸本聡子が杉並の区長をまた再選されてしまえば、住みやすくて、女性に優しくて、子供に優しくて、高齢者に優しくて、しかも助成金を出しているにもかかわらず、透明度が高いために財政規律が生まれて財政が健全化するという自民党からすると悪夢のような、住みやすくて素敵で活力のある杉並区ができてしまうんです。そんなけしからない結果を生んではいけない。なので皆さん、この岸本聡子の名前を絶対忘れないようにしてください。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。